はい、皆さんこんにちは。4月になりまして、最初のポッドキャストを撮っております。さっきメインの YouTube の方で目黒川の桜の動画を出しまして、本当に綺麗でした。私初めて目黒川の桜を見に行ったんだけど、いつも電車で山手線乗って見ていたんだけど、ちゃんと目黒川のね、桜を見たのは初めてで、やっぱり綺麗でしたね。あれは行く価値があるなと思いました。ポッドキャストも始めた当初は月10本撮っていたんだけど、もうどんどんペースが下がってきちゃってるんで、やっぱりアウトプットってとっても大事だなと思うので、今月は10本アウトプットできるように頑張りたいなと思ってます。もうそれはやると決めたらやるって感じですね。やっぱり年明けから引っ越し準備で、引っ越し、リフォームもして、でその後、新しいお仕事をたくさんやることになって、そこでバタバタしていたっていうのもあるんだけど、今月も別に落ち着いたわけではないんだけど、アウトプットはね、やっぱりちゃんとしていきたいなと思いました。で、引っ越してから、引っ越したことが原因ではないとは思うんだけど、でもよく考えるとやっぱり引っ越したことが原因だと思うんだけど、なんか考え方が私変わりまして、いろんなことの考え方が。大人になると考え方、人の考えってあんまり変わらないじゃないですか。なのに私はとあることの考え方が変わったんですね。それについて話したいなとは思うんだけど、いい風に変わったわけでも悪い風に変わったわけでもないんだけど、自分の中で、人の考えってこんなに変わるんだっていう風に最近びっくりしてるので、そこをね、話していけたらなとは思います。なんかいろんな考えが変わったからうまくまとめて言えないんだけど、要は都会に来てお金のこととか、主にお金でいいのかな、考え方が変わりました。で、都会に来てって言ったけど、私は10年前ぐらいからね、東京都内の方に住んでいて、それまでは東京には住んでいたんだけど、東京の田舎にずっと住んでました。学生時代は東京の田舎で過ごしてました。東京って都会のイメージがあるかもしれないけど、田舎もたくさんあります。駅まで遠かったし、車がないと生活できないようなところに住んでまして、で、自分も田舎の子だったなっていうふうに思うんだけど、で、そんな中で、都会に住んでる歴は長いのに、先月ぐらいに気がついたことがあって、都会の子ってアルバイトしないんだなっていうふうに気がつきました。全員じゃないけど割合的にコンビニでアルバイトしてる子って高校生いなくないっていうのに先月気がついたんですね。最近は海外の方も多いし、あとは私のお母さん世代というか、上の方がね、バイトというかパートをしてるなーっていうことに、なんか先月気づいたんですよね。多分その前から私は見ていたと思うんだけど、いろんなコンビニに行ってたから。で、私の中で、私も高校生の時に、コンビニではバイトはしてなかったけど、私も高校1年生からずっとバイトをしておりまして、で、私の妹はね、コンビニでバイトしてたり、私の友達も結構コンビニでバイトしてる子が多かったんだけど、やっぱりコンビニって多いし、高校生 OK なんで、結構ね、そんなイメージだったんですよ。
コンビニの店員イコールアルバイト、学生アルバイトっていうイメージだったんだけど、なんか都内のコンビニって若い子いなくないっていうのに気づきまして、でそれを友達に話したんだよね、先月。その友達は、幼なじみ、幼稚園から一緒の子なんだけど、たまたま遊んでまして、最近のコンビニバイトって高校生いないよねって話したら、いや、都会の子はバイトしないんだよって言ってて、で、私その時、すごいびっくりしたんだよね。でも、すごくそれは納得しまして、そんな簡単な話ではないけど、都会に住んでるイコールお金があるってなるじゃないですか。親がお金がある。だから、バイトする必要がない。そっかって思って。だからいないんだっていうふうに思って。で、やっぱり私は田舎に住んでたので、田舎イコールお金がないっていうわけでは決してないんだけど、ちなみにうちはお金はない方だったとは思いますけどね。ちょっと両親には失礼ですが、でもとてもお金がなくてもすごく幸福度は高かったなとは思うんだけど、だからバイトすることとかも1ミリも嫌だなと思ったことはなかったし、大変だったこともあったけど、でも友達とバイトしたり、自分でお金を稼いで遊ぶっていうのが私はすごく好きだったから、ね、なんか私が、最近思ってたのが、最近の子ってお金があるんだなと思ってたんだけど、そうではなくって、都会の子がお金があるんだっていうふうに私は思いまして。で、そこから、なんかちょっといろいろ考え始めたんだけど、あとあれだ、私、夫が中国人なんだけど、やっぱり日本の高校生とか大学生ってアルバイトしてる割合が多い、調べたことはないんだけど、でもきっと多いでしょうね。中国では、そんな学生がそんなにバイト、特に高校生でバイトするっていうのはあんまりない。今はわからないけど、昔よりはね、増えてるとは思うんだけど、それにびっくりしてまして。で、あともう一つが、奨学金ですね。奨学金っていうのは、借金ですね。お金を借りて、大学に行って、で、利子をつけてお金を返していくっていう制度なんだけど、私は奨学金で短大に行ったんだけど、で、奨学金について私は特に自分の意見とか考えはなかったんですね。周りも奨学金借りていたし、それが普通かなっていうふうに思ってたんだけど、たびたび SNS で奨学金ってやっぱ借金だから、そもそもそんな高いお金の借金を背負って、で、働いてからもそれを月何万円返して、そういう制度がおかしいみたいな SNS で見たりとか、あとは、教育費っていうのは親が賄うものだっていうのを見てて、私でも何とも思ってなくて、それを見てたとしても、全然自分の意見はなかったんですね。それに対して。別に私も、自分で行きたいっていうふうに思ってたから、そもそも私、その大学に行きたいとか、大学に行くのが普通っていう考えもなかったんだけど、でもなんか、短大ぐらいは行っとこうかな、みたいな感じで、家の近くにあったんで行ったんだけど、で、やっぱその考えも、多分、中国とか他の国の方とそういう深い話をねしたことはないけど、でもきっと、大学には普通は行く。就職のためにね。で、そのお金っていうのは親が出すのが普通っていう。例えば私の夫なんかは、そんなお金がね、ある家ではなかったけど、大学の費用は頑張ってそこは貯めて行かせてました。で、それは
でもそれは普通のことらしくって、稼ぐのは大変だと思うけど、でもそれは親の責任で、私もそれを最近 SNS で、前までは何とも思ってなかったんだけど、また SNS で回ってきまして、やっぱりその子供にかかる教育費っていうのはもう分かってるもんだから、そこをしっかり貯めておくのが親の責任っていうのを見て、私それも確かにと思ったんだよね。今までそれに対して何の考えもなかったものが、確かにそうだなっていうふうに思って、大学まで行ったら2000万かなっていうふうにかかる。だったらそれを貯めるっていうのが、それが普通ってわけではないけど、でも、そういう考えもあるし、確かにそうだなって思ったんだよね。だから、子供は私は今はまだいませんが、で、自分の今までの考え的には、私は高校生からアルバイトをしてよかったから、自分の子供も、した方がいいんじゃないか。で、あとは、教育費についても、子供で自分で何とかすればいいんじゃないって、もちろん、助けるし、できないときはやるし、私も、今はね、稼いでますから、って思ってるけど、でも、子供の人生だから自分で、私もそうだったし、私の周りもそういう子が多いからそう思ってたんだけど、なんかこの考えじゃない考え方もあるんだなっていうふうに思いまして、だから私は結局人の考えって環境で変わるなっていうふうに思ってて、だから自分の親がその教育費を貯めてなかったことがどうこうとは全く思ってないんだけど、幸福度はね非常に高かったし、本当にお金があるイコールね幸福度が高いではないんで、この話はねちょっとまた別で話したいなと思うんだけど、そうだから非常に幸福度高かったからこそ、自分のこの育てられ方とかそんな中での考え方っていうのがベストっていうふうに思ってたし、他の考え方あってもいいけど、でも、この自分のねやり方というか、それ以外よりもねこの育て方の方がいいっていうふうに、思ってきてて、そもそもなんかそういうことを深く考えてもなかったんだけど、なんか最近初めてそこの考え方、やっぱ田舎と都会ってそもそも違うんだなって思って、なんかそれがね自分の中で面白いなと思いました。ワンピースのねドフラミンゴが、私その話すごい好きなんだけど、平和を知らない子供と戦争を知らない子供の価値観は違うっていう風に言ってて、だから言いたいことは海軍が正義、海賊が悪とか、そういう時代じゃないっていう風に、そういうもんではないっていうのを言いたかったんだけど、そのセリフはすごい好きで、なんかそのセリフをすごい思い出したんだよね。確かにやっぱり環境とか自分の生きてる世界で物事を考えちゃうから、だからもし都会にずっと住んでたら考え方も変わるだろうし、特にお金に対する考え方、やっぱり教育費っていうのは貯めていくもんだとか、あとはもう一個私考え方が大きく変わりまして、子供に関する考え方なんだけど、私は3人姉妹なんですね。で、私の周りとか親戚も結構3人とか2人とかもっと多い人たちが多くって、で、私は3人姉妹がすごく楽しかったし、今もすごく楽しくて、もうこれがベストだと思ってるんだよね。すごい幸せなことだと思うんだけど、だから3人姉妹じゃないと幸福度が下がるっていう風にずっと思っていて、で、私のもう別に3人産む気はないんだけど、そもそも。でも
だから3人産まないから、私たちより幸福度が下がってしまうっていう風に思ってて、でもその考え方がつい最近変わって、子供が1人とか、もしくは子供がいないってなったら、そこの、お金が貯まりやすいですよね。3人にかかるお金っていうのが、一人っ子だったらその一人の子に使えるっていう風に思って、で、私多分これね、都会に来たからこの考えになったなっていう風に思いました。だから私は、一人っ子の子はかわいそうだなっていう風に思ってたんだよね。かわいそうだなってすごい失礼なんだけど、やっぱり自分が兄弟がいてすごく楽しかったから、そういう遊び相手がいないし、なんか寂しいんだろうなとか思ってたんだけど、でもきっと、一人っ子の子は一人っ子の世界しか知らなくて、で、一人っ子は一人っ子できっと価値があって楽しいんだなっていうふうに最近思いました。それは子供側もそうだし、親側もそうなんだなっていうふうに思って、なんかね、いろんなものの考え方が、私はこうじゃないと良くないなとか、こうじゃないとかわいそうだなって勝手に思ってしまうタイプだったんだよね。結構いろんな人とかに対してかわいそうだなって思ってしまうところが、私これ多分あんま良くないとこなんだよね。でも、かわいそうだなって多分優しさでもあるとは思うんだけど、別にかわいそうだなって思ったところで何も状況は変わらないし、本人からしたらそんなにかわいそうな状況じゃないかもしれないから、なんか勝手にね、かわいそうだなって思ってるのは失礼だと思うんだけど、でもきっとそういう世界の人はそういう世界の人で楽しいんだなっていうふうに、なんかなんでだろうね、引っ越してからね、そもそも田舎と都会の人たちの考え方の違いっていうのが、なんかようやく分かりました。うん。貧困層ってね、いわゆるそれはどの国にもあると思うんだけど、日本もね、最近はやっぱり貧困層っていうのがより浮き彫りになって、この間も高校生の子だったかな、お米を盗んで捕まったって。でそれもね、やっぱりそういうのも買えないぐらい貧困なんだなって。で、子供の貧困層も多いし、特にやっぱり片親の方のね、貧困層っていうのが、それは統計的にも非常に高いらしくって、年収が130万以下なのかな。生きてはいけるかもしれないけど、130万しかなかったら無理なんですよね。自分だったら絶対無理なんだけど、でも私は自分で思うのは、貧困層ではなかったと思うんだけど、お金はない家。お金は代々お金がないわけじゃないんだけど、その中で私は、そこを変えた方がいいのかなって思ったから、だからなんか高校生ぐらいの時からね、自分はこうやって生きていったらこう変わるんじゃないかって漠然と描いていたものを今達成してるのかな。私がこんな仕事をしているっていうのは高校生の時には思ってなかったけど、でも普通のサラリーマンじゃ貧困から抜け出せないんだなって思って、貧困から抜け出せないというかリッチになれないなってことに高校生の時から気づきまして、だから、医者になるとかさ、でも医者にはなれないなって思ってたから、だからそうなると、あと会社の役員になるとか、管理職になるっていうのも無理だなって高校生の時から分かってたから、じゃあどうしようかってなった時に、10年会社員やったら独立しようっていう風にその時に思ってて、
だから独立していないと今の暮らしは私は絶対にできないし、会社員という安定は捨ててるから、それはそれでね、怖いんだけど、やっぱり、その、田舎者が貧しくなりがち。都会の人はお金持ちって。でも、やっぱそうなんだろうなって思いました。お金持ちであえて田舎に住んでる人がいるのは分かってるんだけど、本当にね、貧困層の人って多いよね。というか、それも私が引っ越してから、最初に言った通り仕事の状況がいろいろ変わって、で、仕事を一緒にする方も変わったんだよね。でも、フリーランスなんで、フリーランスというか、自由に働いてるんで、一緒にオフィスに行って会ってとかってわけじゃないんだけど、プロジェクトとしてね、一緒に動いてる方がいて、で、結構 SNS で見たことあるような方なんだよね。で、その YouTube やってたりとか、本当一般的な主婦さんだけど、で、いわゆる貧困の方だった。で、それはもう自分で貧困って言ってるから私も貧困って言っちゃうんだけど、やっぱりなんだっけ、ショッピングモールだっけ。なんか大きなデパートか。デパートに行っても、で、フードコートに行っても、買えないから、スーパーでおにぎりと飲み物だけ買って、フードコートで子供と食べる。みたいな。あとは借金があってとか。で、そんな中で、でも今はこうやってね、プロジェクトで一緒に働いているっていうことは、実はすごく、稼いでるんだよね。でもね、みんなね、すごい遠いとこに住んでます。そうだから、最初はそこの、田舎って言ったら田舎だ。もう東京でもないですよ。とても遠いとこです。はい。九州とか。そっちで住んで、もともとそこでお金がなくて、で、めちゃくちゃ努力して今はもうすごく稼いでるね、方たちなんだけど、で、子供もね、何人もいて、みたいな。もう本当にすごいなと思うんだけど、で、やっぱりいわゆる貧困層の方って抜け出すには、ちょっとこれまた別のテーマになってきたんだけど、これはこれについてね、また別で話したいんだけど、貧困層から抜け出すって、努力しかないんだけど、結局ちょっと努力してとか、1ヶ月だけ努力して、そこで、じゃあ、30万でも50万でも稼いだとしても、絶対に貧困層から抜け出せないから、もうここに住んでるからかもしれないけど、月30万稼いでも、全然お金って余らないんだよね。もう家賃とか車とか、生活費でね、とか、もう固定でね、投資しているとかそういうのもあるけど、そう、私ね、実はね、久しぶりに口座の残高が、10万切ったんだよね。で、これはなんでかっていうと、車を買うからなんだけど、私がローンを組めなかったんですよ。実は。事業主になって。ちょっとね、これは悲しいんだけどね。売上がいくらあっても、信頼がないってことだよね。だから払わなきゃいけなかったんですね、お金を一括で。全額ではないんだけど。で、久しぶりにこの残高を見て、でも私はやっぱり、貧しかったからそれに対して別に何とも思わないというか、逆に面白いなと思って。ここからあとはね、もう貯めていくしかないし、なんか、いちいちね、こういうことで落ち込んだりとか、そんなことはしないんだけど、なんかそういう面も含めて私は、貧しくてよかったんじゃないかなと。なんかね、あんまね、貧しい言うと親に失礼なんでね、言いたくないんだけどね。でもね、やっぱりお金がある、ないで幸福度はね、絶対に決まらないと思います。お金がなくってもね、てかお金があるとね、いろいろと守らなきゃいけないものだったりとか、
それによってできないこと、やっちゃいけないことっていうのが多くて、お金がないと何でもできちゃうんだよね。何でも挑戦できるし、そこがね、すごくいいなと思いました。私が何やっても親は何も言わないし、なんかいちいちね、言ってくるような親だったら嫌だなって、それが一番嫌だなって思ってます。だからね、そこは自由にさせてくれた親には感謝だから。はい。っていう感じで、私が最近変わった考えについて話したんだけど、私はだから田舎も都会も両方の暮らしをね、10年単位で経験してるから、どっちの気持ちも考え方もわかるし、それでよかったなと思います。でもきっとずっと田舎にいたら多分都会の人の考え方がわかんなかったと思うし、都会というかね、いわゆるお金持ちの人。ね。で、ずっと都会にいたらきっと田舎の人の考え方は理解できなかった、わからなかったと思います。多分、高校生がアルバイトするとか、いや、それはおかしいんじゃないって思ってたと思う。でも、私はだからそれで良かったかな。学生の頃は田舎にいて、それのおかげで友達もね、大切な友達にも会えてるし、でも、都会だったら、その今仲いい友達と会えないっていうのはすごく寂しいけど、なんとなくね、なんか欲しいものもさ、すぐ買いに行けて、遊びに行くところもたくさんあって、周りの子ももっとおしゃれでってなるとまたね、変わって、それはそれですごく楽しそうだなとは思うけどね。もう本当に環境は大事というか、環境に影響されますよね。はい。こういう話はね、なんかね、最近いろいろと一人で考えてます。ずっと仕事してるんでそんなにね、こればっかり考えてるわけではないけど。はい。じゃあ、今日はね、結構長くなった感じなんですが、最後まで聞いてくれてる人がいたらありがとうございました。はい。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。